大胆にやってみたいと思います。こちらチーン、握るところまで、ここまでね行くとこんだけ下がります。なかなかでしょ。緊急事態ですよ。ハンドルが前の席のノートを触るぐらい遠いです。マジで遠い。これは遠い。遠く遠く離れていても、座りの悪いところじゃないですよ。座りのいいところですよ。座りの悪いといえばね、ケツの座りの悪い、あ、怖い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 マサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。そしてやってまいりました、レンタルバイク出たもの勝負の時間です。いや今マサチャンネルが一番乗りたいバイク出ました。スズキハヤブーサです。大勢のね観客の中やらせていただいておりますけれども、これは乗っとかなきゃいけないだろうというバイクですね。日本が世界に誇るというか世界ナンバーワンのツアラーと言っても高速ツアーですね。日本最強、世界最強の高速ツアラーとハヤブーサです。そしてですね、私ですね、久々に構えました。緊張しました。CB1300 スーパーボルドール272キロを乗った時にも非常に緊張したんですけども、あっけなく CB1300 スーパーフォアはですね、スーパーボルドールは乗れてしまいました。びっくりするぐらい乗りやすかったです。そしてですね、びっくりするぐらい乗りやすいと言われているこちら262キロ、シート高800ミリ。いや、この車体見たら構えるでしょう。でかすぎです。そのね走行レビューに関してはですね、別動画で概要欄に上げてますのでね、4つの動画あります。足つき取り回しチェック、ファーストタッチ総評燃費報告、ワインディング、高速道路、4本構成となっておりますので、それを全部見ていただけるとはやぶさに関してはわかるかなというふうに思います。マサチャンネル恒例の名物コーナーとなってまいりました。足つき取り回しポジションチェックでございます。どうもどうも。そしてですね、毎回やっておりますが、今回もやらせていただきます。お待たせいたしました。マサチャンネル本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ、ベスト体重でございます。そして足つきに大きく影響すると言われています。観客の皆様がいるのでね、大胆にやってみたいと思います。こちらチーン、股下は76.5センチとなっております。同じ身長の方に比べると気持ち長いかなというありがたい体型でございます。そうですね、時間もございません。早速またがってみたいと思います。はい、というわけでですね、早速またがっていきたいと思うんですけども、シート形状非常にですね座面が広いです。そして私はですねクロスカブを所有して早5年、旧型新型と乗っているんですけども、クロスカブのシートが僕は最強だと思ってるんですよ。座面が広くて柔らかくふかふかのシート、あれ絶対お尻痛くならないです。そして久々に来ましたね、こんだけふかふかのシートは
久々です。そしてふかふかのこのふかふか加減が深い深い深い、日本海溝のように深い。ただ足つきに考慮してか割とこう丸くなっているので、結局ねこの角っていうかコーナーのところまでが座面になるから、座面がすごく広いかなというとそうでもないかもしれないですね。ただシート自体は非常に広いのとふかふかです。ではまたがってみます。シュイン。ハンドルまっすぐ。ちょっと待って、やっちゃったぞこれ。やっちゃったかもしれないぞ。ハンドルまっすぐのところでまたちょっと一つ壁があるな。起こしてみます。まずそこが壁だ。とりあえず普通の人が起こすように起こしてみるか。ハンドルをまっすぐにして思ってよし、起こします。グー。重いな。これはビビるぞ。もう一回やってみようか。せーの。よし。ははは。これ多分俺手がないと起こせない気がする。ギリギリだ。なんとかいける。もちろんね、反動つけてこうやってやれば起きるんですよ。起きるんですけど、反動つけないでいこうと思ったらこれね、身長ってね5センチ違うとバイクって別物なんですよ。でなんかねデリカシーのない人がね、特に男が多いんですけど、いやいやマサジャンヌさんが乗れますよとか言うんですよ。いや5センチ違ったら別物だし、起こすのもね大変なんですよ。だから僕より身長5センチ低い160センチぐらいの女性の方がこれを乗るとしたら起こしたりとか相当大変だと思うんですよね。よっしゃ。では起こしましたのでハンドルを握り足を踏み替えます。シャン。そしてスタンドを払います。スタンドはね、これね、この状態でハンドル握った状態ね、見ても見えません。タンクさんがグラマラスで見えません。ちょっとこういかないと。そうするとショインとあって、ひげはね、そうね、ひげ剃って2日目って感じのこんな短いのがいます。でもまあそんなに下の方にあるわけじゃないんで、まあ問題なく払えますね。そして足つきがどうかというところですが、ステップが後ろにありますので、足をつく場所の後ろに、なのでステップが邪魔になることはないので、車体のすぐ近くに置くことができます。ですのでびっくりかもしれませんが、私の身長164センチでも見てください。かかとがついてます。かかとです。すごくないですか。ただ走行中にプッと足をつくってなるとこうね、わだちもありますし、つま先からもちろんシュッてつきますけど、一度ついてこのくらいつくんだって分かれば、もうかかとでボンとつけるぐらい、そのくらいの足つきです。素晴らしいですよね。ではね、両足パタパタできるように両足ついてみましょう。そうですね、両足になるとかかととまではいかないです。ただ極めて土踏まずに近いところが設置しています。ということで足つきに関しては不安ってことはこれはないでしょうね。出ました。安心の塊です。安心かまたり。誰もいないよね。いやいや、観客がいるんですよ。観客がね。そして低重心なんだと思うんですけど、いやでも重いな。軽いってことはないな。ちょっとこう揺すっても結構足にずっしりくる。これ以上傾いたらちょっと怖いかな。
これ以上はちょっと傾けられないな俺は。それではですね、これはねポジションが皆さん気になってると思うんですよね。なのでポジションチェックしてみましょう。まさちゃんの動画ではまたがります。意外とねこう段差になってますけどね、そんなに高くない、全体が低いですからね、そんなにこうまたぐのに窮屈することはないですね。起こします。ハンドルをまっすぐにします。ハンドル重てんだな。そしてよくねマサチャンネルが言ってる、起こさなくていいんだ、ハンドルをまっすぐにしますね。でマサチャンネルがよく言ってるこの座りのいいところ、座りの悪いところじゃないですよ、座りのいいところですよ。座りの悪いといえばね、ケツの座りの悪いと書いて、ケツの座りの悪いところではなく座りのいいところですね。でもねこれね見てもらうと分かるんですけど、割と平らなのねこのシートね。ちょっとこうえぐれてたりとかしないから、意外とライディングポジションの自由度が高いんだと思う。ここ座ってもここ座ってもそんなに違和感がないねこのシートね。しかもこの前傾になった時のことを考えるとちょうどいいこの傾斜角というかね、そういう感じがしますね。なので常識的に、こんな前じゃなくこんな後ろじゃなく常識的にいいところに座りました。でこれでまたがっています。こんな感じかな。そして地面と直角に背骨を押した状態になっています。このまま手をまっすぐ伸ばします。下ろします。何にもなんないですタンクしか触れないです。マサチャンネルタンクしか届かないです。直立では。そうね、どのくらいでしょうね、20センチぐらいありますね。20センチぐらい。分かったと思いますけども、ハンドルが前の席のノートを触るぐらい遠いです。マジで遠い。これはこんな遠いのは初めてですね。フォーク11遠かったですけど、ここまでじゃなかったと思いますね。こんなに遠くなかったと思う。全然何にも。直立、ここしか触れないです。これは緊急事態ですよ。じゃあ指先が触れました。もうこの時点でどうでしょう、10度ぐらいもう背骨が傾いてると思いますね。さらに握るところまで、ここまでね行くとこんだけ下がります。なかなかでしょ。なかなかだと思うよこれ。さらに肘を少し緩めます。これが通常のライディングポジションでしょうね。どうでしょう、背骨の角度でいうと何度ってもうよく分かんないわ。もう45度ぐらい傾いてんの、俺半分ぐらいになってんの。そこまではいってない感じ。もうよく分かんない、ここまでの自分の姿勢がどうなってるか。ステップも多少後ろなんですけど、足を出した時に邪魔にならないぐらい後ろなんですけど、これだけの前傾してたらここのポジションは極めてナチュラルだと思います。逆にこの辺だったらちょっと前だなっていう感じがするので、極めてナチュラルな位置にステップはあるんじゃないかなと思いますね。これをすげえ前傾だなというのか、やっぱつばらだからそこまで前傾じゃないよねっていうのか、判断はあなたにお任せします。遠い、遠く遠く離れていても遠いです。遠く離れましたけども、取り回しチェック、これも皆さん気になってんじゃないかなと思うんですよね。262キロです。ちょっとこっち登ってるかなと思うんですけど、まず起こしますよ。これがね全体が低いからちょっとねやっぱり体密着させておきたいんですよ。体こう離すとちょっと怖いから密着させておきたい。私の身長164センチでお尻の下がこうシートのところにちょうどつきますね。起こします。スタンド払います。下がりますよ。これはねちょっと傾斜があるんでそんなにきつくないですが、
問題はこれから前に進む時ちょっと傾斜しますからね。おっしゃー。あ、なるほど。なるほどなるほど。これね、前に進む時ね、ここタンクのここにね、ちょうどねお腹が当たるんだわ。こういって前に進む時にここにねお腹がこう当たるのよ。こうやってだからタンクの脇で支えてる感じ。重いけど慎重にいけばちゃんとね体を密着させて慎重にいけばせーのいけなくはない。ただ重いよ、これは重いよ。そしてちょっと下がって怖いな。ハンドルを右に切ってぐるっと回ってみましょうか。回れるとこまでせーの。ハンドルがね、とにかくハンドルをこう曲げるのが重い。やっぱ動きながら回さないと。あ、これねやっぱり押す時にシートに押しじゃなくてタンクに脇が、俺の身長だとね、僕の身長だとタンクにこう脇がちょうどはまるのよ。思ってなんとかなる、なんとかなってるね。よいしょ。あああ、ここにはまるのね、ここにね。ああバックはこのまま下がるんですけど、このまま下がろう。ハンドル握ったままこっち傾斜の上り側まあなんとか動くよ。なんとか動くし、本当に少しずつちょろ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 動かすしか安全に動かせる方法がないね。これはしょうがないね。しょうがないこれは。ちなみにバイクに整体してこの辺を握った状態で下がると、まあこっちの方が楽っちゃ楽だけど怖くない？このやり方ね。こっちの方が楽ですよ。確かに楽だけど、こうブレーキ握る時にさ、またこうやっていかなきゃいけない。あ、怖いでしょ。見てても怖いでしょ。なのでね、やっぱりなるべくこれだけでかい車体なんで体をねこうくっつけておきたいよね。くっつけておきたい。こうバック反対に切ってバックしますか。やっぱくっつけときたいな。ちょっとバイク屋さん方式のこれはちょっと俺には怖いぞ。これはな。あ、怖い怖い。ごめん、ほんとこれは無理だわ。俺はちょっと重すぎてちょっと怖い。あっっていう感じでした。勘弁してください、これで。はい、というわけで鈴木はやぶさ足つき取り回しポジションチェックいかがだったでしょうか。身長164センチということでですね、女性の方にもね非常に参考になるレビューではないかなと思います。そしてね、やっぱ最初ちょっと言ったんですけど、身長ってね5センチ変わったら別物です。もう別物のバイクになります。170センチ、僕より5センチ高ければもう足ベタベタつくと思います。人によってだと思いますけどね。つくのではなかろうかなと思いますね。ただ5センチ低い方、160ぐらいの方、よく僕がレビューを見てね、ツーリング動画とかも見てるこのバイクを乗ってる方なんかは160ぐらいだと思うんですけど、うまく乗りこなしてるなと思いますね。僕より5センチ低いとかかとは多分つかないと思います。つま先母子球あたりがつくのかなっていう感じがしますよね。母子球つくのかな、厳しいかもしれないね。それはもう足の長さとかその身体的特徴によることかなと思うんですけど、
足がつけばとりあえず乗れなくはないので、160センチの人は乗りこなすことができるんじゃないかなと思います。ただ155になるとほんとちょんちょんだと思います。やっぱ止まる時に足というか押しずらして止まったりとかしないと厳しいかな。さらに足つきよりも僕はやっぱ厳しいのはポジションだと思いますね。前の席のこの教科書をめくってるぐらいの位置にあるわけですよ。なのでこのポジションさえクリアできれば、これで長距離いける人がすごいなと思う。ほんと尊敬する。首だね。首を持ち上げてなきゃいけないから、ちょっと手首にも負担かかるし、その辺はですね、ファーストタッチ総評燃費報告のところでね、1日200キロ300キロ走った後のですね、どこが一番体がダメージしているのかっていうのをお伝えしているので、それを見ていただけると分かるかなと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられて、昔ねちょっとこれでね、よろしければチャンネル登録お願いしますって言ってたんですけど、よろしければじゃないです。もうお願いしたいんですよ。助けてください、マサチャンネルを。わずかなですね Google 先生からの広告収入がレンタルバイク等の資金になっております。非常に助かっております。もっともっと広告収入いただければたくさんですね、皆様が気になっているバイクのレビューができます。ですのでですね、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それではマサチャンネル、これにて新パターンいくよ。誰もいない？あ、いっぱいいるんだ。観客いっぱいいるんだ。それではマサチャンネル、これにてバイナリ。